こんばんは。今回から音声ありとなしの両方を作ってみようと思います。そして今回はレーザー左手ゲーミングデバイスタルタルス V2 をやっていきます。箱の外観はこんな感じ。購入金額はフリマサイトで確かジャンク品3000円ほどだったと思います。商品説明では上スイッチが入りっぱなしになる十字キーですね。専用ソフトウェアでは確か不具合で上キーが入りっぱなしになるのがあったような気がするので、それだとありがたい。それでは開封してみます。まず目につくのはパームレスの剥がれですかね。他は問題ない感じ。パームレスはとりあえず調整可能みたいですね。入っているものは以上ですね。ということで箱に入っているのは本体、パームレストは本体の一部なので本体と説明書。日本語が書いてあるのは1ページのみですね。説明書に挟まっているシールには何かが挟まっている。改めて外観を見てみると結構綺麗ですよね。とりあえずは動作確認をしていきます。専用ソフトウェアを入れてキーを分かりやすく設定し直しておきます。十字キーは時計回りに1234としておきます。通常のキーは全ては問題なしで、十字キーは軽く押して反応するのは左の4のみ。強く押して反応する場合は下3と右2がかろうじて反応。上1は完全に仕事を放棄しています。この感じだとソフトウェアの不具合ではなくスイッチの不具合だと思います。外観は綺麗に見えますが、キーの裏は結構汚れているので分解清掃していきます。まずキーキャップを外しますが、外す工具はないので針金で代用します。とりあえず見える範囲のネジを全て外してしまいます。このゴム足の下にあるネジを外すと十字キーが外れるらしいので外していきます。十字キーを上に持ち上げてフラットケーブルを外せば分離完了です。十字キーを分解しておきます。モードインジケーターのフラットケーブルは引き抜くだけですね。十字キーの基板はネジの他に爪で止まっているので爪を割らないように外します。
それでも割れるときは割れるんですけどね。後で貼っておきます。モードインジケーターの基板は結構きつめにはまっているので注意です。これ以上の十字キーの分解方法がわからないのでこのまま放置です。もう終わりたくない。ケーブルを外しておきます。ケーブルはネジを外してコネクタを抜くだけで簡単に外れます。この段階でまだ開かないのでさらにゴム端を外してネジを探していきます。ゴム端はしっかり温めて外した方がいいかもしれませんね。こうなると再利用は不可能です。まだまだネジは残っているみたいです。あとはラベルの下しかないのでラベルを温めて外します。ゴム足が残っているのは気にしてはいけません。ようやく真っ二つ。さらに分解していきます。スペースキー部分は硬いのでそのままにしておきます。メンブレンのシートを外して基板も外していきます。ホイールを光らせるだけの基板の下にもネジがあるので外します。この基板折れそうになるので結構注意です。テープの糊を剥がしておきます。剥がすのに使用する IPA などは自動車の水抜き剤が結構入っているのでおすすめです。99% ほど。結構、ほとんどですね。あらゆるプラスチック部品は超音波洗浄をしておきます。洗剤なしでも結構落ちるので気に入っています。乾かすのは手動なんですけどね。割れてしまった十字キーの爪を ABS 接着剤に貼っていきます。多分 ABS だと思います。使う際は材質を確認してください。貼り付けた後は約一晩、完全に硬くなるまで乾燥させます。ボタン部分や擦れる部分にシリコンなどの潤滑剤を塗っていきます。シリコン以外を使う場合はプラスチックに対応しているかどうか確認が必要です。インジケーター部分は爪に関係ないので組み立てておきます。キーの擦れる部分も潤滑しておきます。ホイール部分に問題はありませんが潤滑しておきます。ロータリーエンコーダーには隙間から接点復活洗浄剤を入れておきます。基板を組み立てていきます。ホイールを光らせるだけの基板はしっかり押さえて組み立てます。手しか見えてませんがね。メンブレンのシートが破れてしまったらメカニカルに改造してみるのもありかもしれませんね。
かりはめ込まないといけない部分があるので注意して組み立てます。ここで本日2回目のやらかしです。ネジの締めすぎには注意しましょう。貼っておきます。再利用できそうなゴム足はそのまま再利用します。両面テープを貼り直すのはめんどくさいですからね。ブレーキクリーナーで掃除していますが、あまりお勧めしません。ゴムが伸びてしまいます。それでも今回試した感じは一晩経つと元に戻った感じです。ゴムが伸びてしまった場合は一晩そのまま様子を見てください。特にこの下側の大きいゴムはよく伸びます。両面テープはクッションフロー用が伸びなくておすすめです。キーキャップを剥がておきます。十字キー以外の本体はこれで完成ですね。おっと、USB ケーブルを忘れずに。前後しますが、十字キーの状態を見ておきます。まずはテスターで確認ですね。基板裏からマイクロスイッチの凸を見ていきます。まともに反応するのは一つのみ。折りハンダをしてマイクロスイッチを外していきます。キースイッチを固定して基板を引っ張りながら左右交互にハンダを当てていれば結構簡単に外れます。今回はマイクロスイッチを用意していないので分解清掃していきます。外したマイクロスイッチの両側にある爪を細いもので外して分解します。結構簡単に割れるので注意してください。次にバネを外します。バネを引っかかっているだけなら簡単に外すことができます。接点復活洗浄剤を利用して清掃していきます。綿棒や先の尖った針などを利用するのもおすすめです。もしバネが折れていたり、接点が破損している場合は、マイクロスイッチごと交換が必要になります。今回のバネには破損や折れがなかったので、このまま利用していきます。
バネは中心を引っ掛け、外側に引っ張りながらかけると簡単に取り付けることができます。引っ張りすぎると折れたり曲がってしまうので注意が必要です。カバーを元通り取り付けておきます。方向に注意してください。元あった方向にそのままつけます。カチカチ言わない場合はよく確認してもう一度やり直してください。テスターでチェックしてマイクロスイッチの清掃を完了します。これで元に戻らない場合は交換してくださいね。マイクロスイッチを取り付ける前に残ったハンダの除去をしておきます。ハンダを多めに持ってハンダ吸い取り線で吸い取れば結構きれいになります。マイクロスイッチをハンダ付けしていきます。片方の足だけ仮止めしておくと楽なのでおすすめです。十字キーを組み立てていきます。折れてしまった爪は一晩経ったら完全に固まりました。十字キーの爪を裏側から押さないとはまらないので注意が必要です。インジケーターのフラットケーブルをつなげば十字キーの組み立ては完了です。十字キーを本体に取り付けていきます。まずはフラットケーブルをつなぎ、フラットケーブルを挟まらないように注意しながら閉じます。パームレストはホコリ落としと贅沢な香りで拭いておきます。俗に言うウェットティッシュっていうやつですね。これで全ての清掃が完了しました。指の短い私にはパームレストはいらないかもしれないです。動作確認をしていきます。十字キーも問題なく入力できていますね。以上です。ではまた。